椿だぜ。チカなのよ。今回も懐かしの格闘ゲームをプレイするわよ。何でもござれ。今回はこちら、X メン、チルドレン・オブ・ジ・アトム。長いから X 面でよろしく。今でこそマーブルのヒーローは日本でも娯楽の中心コンテンツと呼べる認知度を持っているけど、30年前となると状況は随分違うのよ。30年、もうそんなに？それでは少しゲームの時代背景をお勉強なのよ。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒です。はい、それではまずゲームに関する基礎知識。とりあえず知ってることを列挙してもらえるかしら。さっき30年って言ってたからな。1994年のゲームってことなんだろう。そうね。リリースは12月になるけど、年度的には1994年のタイトルになるわ。ポスターの左上に CPS2 第8弾って書いてあるな。イメージ的にはもっと初期、無印ヴァンパイアの後くらいだと思っていたぞ。CPS2 基盤の流通は93年の話で、スパッツと共に出荷されているのよ。そうだったの？ CPS2 ってヴァンパイアとかゼロシリーズみたいな、なんかこうアニメ風の描写が売りのイメージあったわ。グラフィックに関してはハード性能ではなく、単なる作風の問題なの。ストリートファイターゼロに関しては、旧基盤の在庫処理のために開発していたの。でも CPS2 を売りたい上層部の圧で、急遽 CPS2 に移植することになったというわ。岡本さんのチャンネルで見た。音の出し方がわからなくて四苦八苦する話だ。はい、話を戻すわよ。椿さんは X メンについては知ってるわよね。もちろんだ。マーブルの有名なヒーローで映画で一躍有名になったタイトルだな。あれれ、映画って結構新しくね？はい、映画で X メンが有名になるのは2000年以降の話なの。94年当時の日本では熱心なアメコミファンでもなければ、キャラの名前も知らないくらいにはマイナーな作品ね。正直マーブルのヒーローとか当時ならスパイダーマンくらいしか知らないな。海外市場を狙ったタイトルではあったのだけど、94年放送のアニメではカプコンが冠スポンサーだったの。番組のラストには専用のコーナーを設けて、ゲームの紹介をするなど気合は入っていたわ。そのアニメ、見た記憶がありません。テレビ東京系列なので姫では見れません。天気次第ではテレビ瀬戸内が映ったぞ。余談ではあるのだけど、1994年にはスト2が海外で映画化するほどの人気だったの。これ、クソ映画だろ。カプコンとマーブルが交渉していた段階では映画は制作中だったの。その話題性も交渉では有利に働いたみたいで、冗談で次は VS ストリートファイターですねって言ったら、数ヶ月経ってマーブル側から、まだって催促されるのよ。そこから慌てて作り始めるんだよな。ここからはご存知の通り、X メンだけでなくマーブルヒーロー全体と盛大にコラボしていくのよ。正直マーブル側は知らないヒーローばっかりだったけど、近年になって映画化されたりして、マブカプで見たやつだってなった。当時はアイアンマンもメノムも知らないキャラだったわね。そして気がつけばストリートファイターのくくりも消えて、会社同士のコラボになってたよな。カプコン側も節操なく様々なゲームキャラを投入してきて、最終的には KOF もびっくりの大所帯になっていたわね。総勢50キャラ、やりすぎだ。はい、他のタイトルはいずれやるかも程度に考えておきましょう。今回はマーブルコラボの原点となる X メンをプレイしていくわよ。実はすでに VS ストリートファイター要素があるんだよな。本作では隠しキャラとして豪気が使えるのよ。豪気使っちゃうぜ。結構出すのが難しいのよ。つばちか。コイン1個入れた。覚えてる。まずスパイラルに1秒置くのよ。そっから左端のアイスマンまで行って、こんな感じに上を通ってシルバーサムライ。できるかな？はい、いいや。はい、安定のシルバーサムライ。最後のキャラ決定時に弱キックと強攻撃2つ同時押しなんだが、この同時押しが悪魔的に難しい。おそらく完璧な同時押し要求。失敗するとシルバーサムライ。世代によっては一番嫌いなヴィランに押される勢いはある。当時のゲーム雑誌では豪気を出すのをミスった時のためにと、シルバーサムライの特集記事が組まれるほどだったのよ。友達が出すのミスった時に、私がシルバーサムライを買い取っていたぞ。まさか、いじめ？違うよ。私の持ちキャラがシルバーサムライだったんだ。だから別に失敗しても問題なし。成功したら友達に買い取らせる感じだ。スパ 2X の時も茶色い竜を見ると、あ、失敗したのねって思ってたわ。茶竜は梅原カラーやろ。その認知が広がるのはもっと後の話よ。あの当時の茶竜は実中ハック、語気召喚ミスでしょ。まあ、そうだとは思う。このゲームを不機嫌そうな顔してシルバーサムライで遊んでたら暴気ミスったって思われても仕方がない。
とはいえ捨て毛できるほど裕福ではないので、みんなそれなりに真剣に遊ぶのよね。結果として好きでもないのに上達してしまう不思議キャラだ。スパッツ X は失敗しても竜って部分にはまだ救いがあったわね。シルバー侍が外れみたいにみんな。せめてサイクロップスでしょ。気持ちはわかる。これはあかんやつ。超必殺技の打ち合い、飛び道具の勝ち。当たり前だろ。ラウンド間の移行はとてもスムーズ。それとなくキャラ解説してもらえるかしら。侍のそうね。遅い。とにかく移動が遅いキャラだ。通常攻撃は長く、ガードされても体力を削ることができるんだ。飛び道具のスリケンは硬直がとても長いんだが、発射後にレバー操作で上下にある程度動かせる特性があるぞ。超必殺は近いほど威力が期待できる系だな。あとはパンチ連打で発送発火みたいな連続突きも出せるな。なんとか倒したわね。他にも KOF の酒みたいな動きとか、武器に属性を付与したりできるぞ。飛び道具が手裏剣の時点で忍者混ざってるわよね。イメージ的にはソドム的な日本かぶれ外人だな。設定的には正真正銘の日本人で、本名は原田健一郎なのよ。マジか、こいつ。はい、尺の都合もありますので適度にはしょっていくわよ。やむなし。はい、腕6本あるミュータントを撃破ね。左手の2本は機械化されているの。1P 側に移動すると左右が逆になってしまうけどやむなしなのよ。バルログの爪とカサガットの眼帯もコロコロ移動するからしゃあなし。スト3のギルは右向きと左向きでちゃんと別グラフィックが作ってあったわね。あれは素人から見ても大変な仕事だったろうと想像できるな。今は 2D 格闘路線でのキャラは 3D だもので。はい、対戦相手は変なロボットね。センチネルだ。こいつは地味に使うと面白いキャラなんだ。技は多くないんだが、通常攻撃がビームだったりミサイルだったりとボタン一つで弾が出るんだ。従来の格闘ゲームに比べると派手な部分も多いわよね。大半の技は空中で使えたり、強弱は発射する角度の違いなんだ。初めて遊んだ時は弱の飛び道具が地面打ってて意味がわからなかったぞ。ジャンプ中なら下方向への攻撃になるのね。ジャンプ中に必殺技って発想が当時はなかなか出てこなかったからな。なかったわけではないけど、一部の例外的なポジションよね。インストに空中化って書かなきゃ。本作は空中負荷の方が少ない感じなのよね。危ない。危機一髪じゃないの。なんとか倒した。適当にスリケン投げながら適当に雷鳴系してりゃいけてたと思ってたが甘くなさそうだ。お次はオメガレッド。こいつは割とよく使ってたキャラだ。グフのヒートロッドみたいなのを伸ばして相手の体力やゲージを吸い取ることができるんだ。オリジナルでは結構やべえ人で、捕まって決定になるも生き延びてしまうの。その能力は政府機関に利用されることになるのよ。ウルヴァリンやキャプテンアメリカと確執があった気がするぞ。そうね。キャプテンやアルビーといった西側のスーパーソルジャー計画に対抗するために作られたソ連版のスーパーソルジャーという位置づけね。ウルビーを含むチーム X によって制御装置を奪われてしまい、制御不能に陥り、以後30年封印されてしまうの。目が覚めた時にはソビエトがなくなっていたんだよな。設定上は対キャプテンアメリカを想定して作られたのだけど、キャプテンと直接関わったことはほぼないのよ。そうなのか。作者がアメコミ好きという理由で、流浪に献身に赤松さんというよく似たキャラが登場するわね。見てるだけじゃなくて、アメコミオマージュは結構な頻度でやっていて読者から苦言を呈され、ご本人も遊びが過ぎたとコメントしてしばらく自重するのよ。サイロックさん。テレパシー能力を武器に戦うお姉ちゃん。メインヒロインってことでよろしいのか。セクシー担当なのは間違いないと思うわ。来歴がくっそややこしいので簡単に解説するわね。双子の兄がキャプテンブリテンなのよ。キャプテンブリテン。もしかして各国にキャプテンがいるのか。5人くらい集まってなんちゃら同盟とか言い出して俺のこの手が真っ赤に燃えちゃうのか。勝利をつかめと轟き酒がないわ。負けた。キャプテンブリテンの妹に負けたわ。ちなみに襲ってきた敵と体が入れ替わってしまって、その敵が死んでしまって元に戻れなくなるのよ。それでどうなったのさ。そのままなのよ。魂入れ替わるネタはよく見るが、そのまま戻れないヒーローって斬新だな。はいや、来た。成功。ツバチカ。ツバチカ。ちなみに今のサイロックのボディは日本人暗殺者の観音さんなのよ。日本人なのかよ。結果として忍術とサイキックを扱うヒーローが誕生したのよ。設定盛りすぎじゃね。その後なんやかんやって観音さんが復活、十数年を経て元の体に戻ることができるのよ。戻れたのか。
そのまま観音さんがサイロックを引き継ぐことになったのよ。今戦ってるのは誰なんだよ。元の体に戻るエピソードは2018年と最近のものなの。94年当時なら観音さんの体を借りてるエリザベスさんで、エリザベスってのがサイロックの本名なのか。通称はベッキーらしいわ。一人のキャラ紹介に名前何個出てくんだよ。よく海外のミキが日本の漫画やアニメをベタ褒めする動画なんかを目にするわね。あるね。進撃の巨人とか人気高いよね。日本の作品を褒める一方でアメコミは単純なヒーロー物語だと嘆く声も多いのだけど、X メンの一端を読み解くだけでもクソほど複雑なのよ。はい、お次はサイクロップスだっけ。チームのリーダーね。真面目で責任感が強く判断力にも長けるという、それもテンプレみたいな主人公設定で、わかりやすいくらいに正義マンなので、アウトローのウルビットはちょっと反りが合わないのよ。ウルヴァリンも人気キャラだよな。単独で映画やアニメにもなってただろ。ウルヴァリンがシリーズを代表する人気キャラになってしまった影響で、徐々に出番が減っていくことにはなるの。能力としてオプティックブラストという破壊光線を目から出すのよ。確か光線出るのを止められないんだよな。目を開けている限り常にビームが出てしまうので、特殊なサングラスを常に着用しているのよ。人気のあるキャラのエピソードがたくさん生まれてくる仕組みなんだよな。アメコミでは基本的に出版社が版権を持っていて、時期によって執筆者が違うのよ。それはそれで複雑だよな。触れてなかったけど簿記について教えてちょうだい。知っとるやろ。本作における性能面を教えてちょうだい。ジャンプして弾打ってればええ感じになるぞ。ゲージ効率もいいので溜まったらぶっぱだ。超必殺は弾と醤油劣化みたいなやつね。コマンドがララかぶりだからきちんと入力しないと化けるぞ。途中まで完全に同じコマンドね。春木殺はまだないぞ。はい。ずっと弾打ってるだけで面白くないのでカットよ。そこはジャガーノートさんに関するトークで引っ張れよ。マブカクのアシストでこいつが突っ込んでくるのが大嫌いでした。あれな。あれうざいよな。はい。ラスボスのマグニートさんだぞ。マグニートじゃなくてマグニートなのよ。マジかよ。ずっと間違えてたじゃないか。ユダヤ人のミュータントで磁力を操る力を持つのよ。ナチスに両親を奪われ自らも収容所に送られた過去から人類に対して深い憎しみを持っているという設定なの。設定がもう子供向けじゃないんよ。その一方でミュータントこそが人類を支配する種であるという信念を持ってるのよ。だいぶあかんやつやん。ナチスの優生学的な思想に苦しめられていたはずが、ミュータントの優生を信じるという皮肉な存在なの。これヒーロー側もミュータントだよな。ミュータントと人類は共存できる派閥と、人類はミュータントの敵派閥が戦うお話よ。それくらいなら理解できるぞ。そこにミュータントは全部滅ぼす派閥も加わってくるのよ。ちょっとややこしくなってくる。マグニートは1963年の登場以来、とても人気のあるヴィランなの。それもあってか作中で死んだり生き返ったり、若返ったり、記憶を失ったり、仲間になったりと、とても忙しい人生を歩んでいるのよ。退場することを許されない悪役か、ベジータみたいなものか。人気あるからもうちょい使いましょうは日本の漫画界隈でもよくあることね。よし、まずは1本。このままクリアできるかしら。なーに、ジャンプして弾を撃つだけの簡単なお仕事なのだぜ。同じ感じに行ければ無事に倒せそうな感じではあるわね。まずいわこれ。一定、豪快に減ったな。4割強ってところかしら。違うんす。それじゃないんです。暴発。あかん。負けたわね。勝つまでやりますね。コイン1個入れる。はい、ここからね。ガーッといって、こう。下、1秒待つあるよ。うら、失敗してんじゃないわよ。ワンちゃん、シルバーサムライのエンディングという線も。負けとるやないか。はい、今度こそね。おるわ。召喚成功。また負けた。討伐失敗。なかなか勝てないぞ。おらーん。よし、もう極めたわ。そして勝てない。こいつこんなに強かったっけ？デモ武器出すのは慣れてきたぞ。そこ上手くなっても仕方がないでしょ。見てなって、一本取れてるんだ。そのうち勝てるよ。ちょーい。無論勝てない。意外とセリフの種類が多いのね。新たな発見。はい、ネタバレだけど倒しますよ。
この状況でお見せしてるのだから最終戦なのよ。1ラウンド目は時間切れで勝ちを拾いました。波動拳波動拳。プレイヤブルな武器では珍しく途中で弾が2個出るのよね。オリジナルではワンモーションで2個出てるけどな。初登場はスパ 2X で94年の3月ね。春休みの登校日に話題になってたわ。やったぜ。超必殺的なもので差し返そうとして食らってくれたわね。クソバリアだ。どうしようもない。ちょっと気になったんだけど、春休みって普通登校日なんてなくない？農業高校なめるな。誰かが豚の世話しなきゃいけないんだよ。そもそも閣下が一つでクラス替えもないからな。そうなのね。いや、生活難と関わりクラスあって、そこだけはクラス替えがあったという伝承を聞き及んでいる。農業高校とか漫画でしか知らないわ。銀のさじだっけ？あんないいもんじゃねえぞ。大抵の場合、現実の方が過酷なのよ。やめてくれねえす。敵にゲージなくて助かった。一定時間動けなくなるタイプのまでね。時間もないぞ。勝ったな。倒したぞ。お疲れ様。想像以上に苦労した。5機の召喚に成功した時点で勝ち確だと思っていたんだけどな。ラスボス相手にポコポコ負けてしまったわね。なんかいっぱい来た。その程度か。くだらん。おしまい。エンディングないじゃないの。ないよ。コンティニューしたからエンドロールもなしだ。つばちか。すいません。サムネにエンディングまで行くって書いてるじゃないの。嘘つくのやめてもらっていいですか？いや、あれがエンディングだからね。すごく淡白だけどあれがそうなの。ノーミスならエンドロールで各キャラの顔も出るんだけど、後期だと専用バージョンで全員やられ顔になるんだ。はい。とりあえずクリアできたところで今日はここまで。本作のレビューをお願いするわ。このゲームもサターン版ですごく遊んだゲームだな。当時はアメコミのことなんて1ミリも知らなかったんだ。それでも楽しく遊べたのはキャラゲーの枠を超えて面白いゲームに仕上がってるってことの証左だと思うのよ。そうね。元ネタ知らない層にまでぶっ刺さる版権ものって珍しいわね。本来であればそうであってほしい。ゲームから入って原作に行く流れがあってもいい。実際友達の一人が本作をきっかけに翻訳版のアメコミに手を出すようになったぞ。これにはシェイキーもにっこり。元カプコンの秋友さんだな。筋肉とアメコミの伝道師ね。マーブルのヒーローが広く認知されるのは近年の実写映画の功績が大きいのは確かだが、このゲームや続くシリーズの影響を強く受けた世代も確かに存在する。そういう意味では版権ものというコラボの正しい姿を見た気がするぜ。格闘ゲームとヒーローものの相性も良かったと思うわ。原作ファンに満足してもらうことも大事だ。それに加えて新規のファンが作品につく。そこまでできるゲームは多くないもんな。最近だとグラブルのリリンクはすごく評価が高いわね。椿さんもスパロボやるようになってロボットアニメよく見るようになったでしょう。それはちょっと違うぞ。スパロボでネタバレ食らうのを避けるために初参戦作品は事前に履修する必要があるんだ。しっかり本編なぞっていくものね。あいつ死ぬのかとかラスボスこいつなのかみたいな部分がガンガンネタバレしていくからな。昔よく行ってたレンタルビデオ店はスパロボの新作に合わせて棚作りしていたわね。年食ってくるとブライガーよりバクシンガーの方が刺さるよな。グレイツ手26歳って設定忘れないでちょうだいね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。一番好きなマーブルヒーローって誰？トニー・スターク。それアイアンマンの中の人だろ。中の人っていうなし。お金持ちがロボットと合わさって最強に見えるのよ。あれくらい強まった AI アシスタントがいれば編集楽だろうなと思いました。ベノムはダメなのか？いや、なんぼしキモいでしょ。いいやつっぽいけどな。